こんにちは。今日も見てくれてありがとうございます。今回は東武日光線スペーシア X の乗車体験を皆様にお届けします。本車両は2023年7月に運行を開始した新型車両。中でも予約の取りづらい個室で栃木まで向かいます。乗車気分でお楽しみください。今日の旅は浅草線浅草駅からスタート。このチャンネルではおなじみのスカイツリー、浅草観音にちなんだシュニルの駅舎は赤門と呼ばれるそうです。そこから大通りを一本挟むと東武鉄道のモダンな駅舎が見えます。最初に見た時は百貨店か何かかと思いましたけど、実はその通り1931年開業当初は地上7階建ての関東初の百貨店松屋併設のターミナルビルでした。以降埼玉、栃木、群馬など北関東方面への始発駅として多くの人に愛されています。今日は90年以上の歴史を持つこの場所から栃木県に向かいます。約1時間の短い旅路ですが、どうぞお付き合いください。すでに指定席特急券をネットで予約していますが、乗車券は券売機で購入しましょう。もしくは交通系 IC カードが使えます。切符は現金もしくはカードが使えます。スペシア X は飲食の販売が一部の乗客に限られてしまうので、事前に飲み物や食べ物を購入していくことをお勧めします。売店にはスペシア X 運行を記念したグッズやお土産が売っていました。子供から大人まで対応しているのが嬉しいですね。お弁当はたくさんの種類がありました。中でもスペシア X 弁当は大変人気。数量限定のため売り切れてしまうことがしばしば。事前の予約がおすすめとのことでした。案の定品切れとのことで、すき焼きで有名な今半の牛飯弁当にしました。それでは2階の駅のホームに向かいます。13時発スペーシア X5 号東武日光行きの列車に乗車します。7月15日に運行を開始した新型車両とあって若干お祝いムードでした。ホームに行く手前で特急券の検閲があるようです。ネットの予約画面を担当の方に見せれば OK です。ありがとうございます。どうぞ。すでに入線していました。清掃する関係で早く入線しているようです。白い車体に黒字の X マークが映えますね。名前の由来は文化や人々が交わり縁を作る存在であること、新型車両が未知なる可能性を秘めた存在であることのようです。スタッフの方がきれいに清掃してくださっています。リセットされた状態で快適な旅ができます。清掃スタッフの皆さんありがとうございます。乗車は10分前ぐらいから乗れたような気がします。手前から6号車コンパートメント3号室を予約しました。濃い橙色が映えます。6号車は4つのコンパートメントとコックピットスイートからなります。私が予約したのは個室のコンパートメント。1室定員4名6040円で予約ができます。この後発車メロディーが鳴ります。内鍵はついていませんが扉を閉めることができます。硬い扉でしたがしっかり引くとちゃんと閉まりました。個室には暖房がついていて風量を調整できます。清掃スタッフの皆さんが総出で見送ってくださいました。建物2階から発車した列車、次に向かいますのはお隣スカイツリー駅です。いい感じです。あっち側どうなってんだろう。個室を出まして反対側の窓から見えますのは、隅田川です。そして見ようと思えばいいですね。スカイツリーも見
見ようと思えば見えますね。それでは個室のルームツアーをしていきます。センターのテーブルは折りたたみ式です。テーブルを開けば4人でも十分に食事ができそうです。何人ぐらいいけるだろう。4人、店員4人かな、4人か2人かな。4人ですね。ですけれども、めちゃめちゃ上質な。ソファーは肌触りも座り心地も抜群。スタンドライトは電源のオンオフができ、充電用コンセントが1つついています。ありますので使えますね。それが反対側にもついています。4人利用時には喧嘩にならないように注意が必要。午後は日が差しますのでカーテンを閉めた方が良さそうです。しっかりとした遮光カーテンでした。壁紙は和紙のような素材、橙色で落ち着いた空間を演出してくれます。通路側はすりガラスになっていて雰囲気があり、目隠し効果もあります。すごいいいです。スペーシア X 号は先頭1号車がラウンジ仕様になっています。ラウンジにはカフェが併設されていて、ビールやコーヒー、アイスを注文できます。カフェ利用には事前に整理券をゲットしなければなりません。専用ページで会員登録を済ませておくとスムーズです。整理券の配布は春日部駅発車後なので、先に車両内を見学したいと思います。スーツケースなど大きな荷物は荷台に置けるようになっています。交通系 IC カードで鍵をかけられるようになっていますね。続いて6号車と5号車の間には男性用トイレ、女性用トイレ、そして多目的トイレがあります。赤ちゃんのおむつを替える台があったり、水洗トイレで使いやすそうです。続いてお隣5号車から3号車まではスタンダードシートと呼ばれる座席、乗車券の他に特急券が別途1940円かかります。一般的な新幹線よりも座席の間隔が広いように見えますね。座席もゆったりとしており、足もしっかり伸ばせそうです。5号車には半個室のボックスシートもあり、定員2名1室あたり400円の特別座席料金でこちらの座席に座ることができてしまいます。横幅80センチゆとりのある作り、親子やカップルで向かい合ってお弁当を食べてもいいですね。さて1号車コックピットラウンジがこちら。特別座席料金が1人用200円から追加料金で利用でき、ビール、コーヒー、アイスクリームなどが購入できます。コックピットラウンジの利用客であれば何回でも利用できるとのこと。さて買ってきたお弁当を食べましょう。今半は大好きな味なので今日皆さんに紹介できて本当に嬉しいです。こんな感じ、卵と牛肉を半々で割った牛玉重にしました。食べる前からすでに美味しいことが分かっています。まもなく春日部に到着。Thank you。ご乗車ありがとうございました。まもなく春日部に到着をいたします。左側のドアは開きます。春日部に到着いたします。春日部では2号車と5号車のドアが開きます。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。春日部では2号車と5号車のドアが開きます。アーバンパークラインを美味しくて感動していますね。醤油ベースの甘い味付けの牛肉はそのまま食べても美味しいですが、卵と絡めて食べるのがおすすめです。まもなく春日部に到着いたします。左側のドアが開きます。2号車と5号車のドアが開きます。最高じゃないですか。ひときわ大きな切り身のお肉があって、一口一口の満足度が高いお弁当だと感じました。これで1100円とは考えられません。カフェの整理券の時間を気にしつつお弁当を食べていきます。駅弁でこんな
た。忙しい。整理券配布に関する車内放送があります。ただいまよりオンライン整理券の受付を開始いたします。ご指定いただきましたお渡し時間になりましたら、 X5 号東武日光行きです。本日この列車を担当いたします運転士は春日部乗務科学の羽鳥、車掌は私市原です。終点の東武日光まで安全快適で運行に努めてまいります。どうもよろしくお願いいたします。終点の東武日光には14時48分の到着を予定しております。予約は10分間隔で5枠ほど用意されていて、好きな時間を選べるようです。私は途中栃木で降りる予定なので早めの時間しか利用できないのですが、そのようなお客さんが多いのか、早めの時間帯は早々に定員になってしまいました。取れなかった。カフェの様子を皆さんにもお届けしたかったのに、これはあるまじき失態です。非常にショックを受けながらもお弁当が美味しすぎて食べるのに夢中です。こちらがラウンジの様子ですね。東武鉄道のホームページから拝借しました。外の景色を眺めながらこのような食事ができたり談笑できたりするのはいいですね。後で受付のお兄さんに聞いたところ、コックピットラウンジ席の利用客であればカフェは自由に使っていいとのこと。座席の料金は高くありませんし、コックピットラウンジは穴場かもしれません。事前にネットで予約しておくことを深く強くお勧めします。景色が非常に綺麗ですね。お弁当を食べながら見るこの景色というのも格別です。お乗り換えです。栃木や両毛ライン。そろそろ降車駅の栃木に到着します。栃木に着いたら両毛線で佐野まで。栃木に到着した後は両毛線に乗り換えて佐野まで向かいます。この後このスペーシア X は東照宮のある東武日光駅に向かいます。いちごが有名なので可愛らしい看板ですね。在来線であれば1000円以下で栃木まで来れちゃうんですね。安いです。両毛線に乗り換えます。しっかり案内が出ていますが、そのまま右手に進むようです。同じ駅舎でしたので5分もあれば乗り換え可能です。乗り換えてもよかったのですが、せっかくなので栃木駅周辺を散策することにしました。栃木市出身作家の山本雄三の代表作路傍の石の一節が刻まれています。とてもいい言葉です。また駅前には倉敷のコミュニティスペースがありまして、誰でも自由に出入りできます。無料で電源と Wi-Fi が使え、さらにデスクまで完備されていました。地元の観光案内もありますので、情報収集にもいいかと思います。手作りの折り紙アートもとても素敵。ということで、次の目的地に向かいましょう。お次は栃木駅から両毛線で佐野駅まで向かいます。この次の動画では佐野での滞在をお届けする予定です。今日も見てくれてありがとうございます。また次の旅でお会いしましょう。さようなら。